こんにちは。ゼロから宅建士第39回です。いよいよ直前期の対策に入っていきます。前回は全分野の品質数字を総まとめしました。今回のテーマは統計問題の対策です。統計は毎年ほぼ1問出題される分野です。本日は最新の公表データをもとに確認します。難しく見えて実は得点しやすい分野です。確実にこの1点を取りに行きましょう。それでは一緒に進めていきましょう。統計は暗記の負担が軽い分野です。まず今日の全体像を確認します。今日のテーマは大きく3つあります。1つ目は統計問題そのものの特徴です。攻略のコツも合わせて押さえます。2つ目は4つの定番データの中身です。地下工事や住宅着工などを見ていきます。宅建業者数や試験結果も確認します。3つ目はそれぞれの増減の傾向です。増えたか減ったかが最大のポイントです。一つずつ確認していきましょう。統計は直前期にまとめて覚えれば間に合います。はじめに統計問題の攻略法です。問われるのは大まかな方向性です。上昇か下落か増加か減少かを覚えます。正確な数値まではあまり問われません。細かい桁の暗記は必要ないのです。統計データは毎年新しくなります。必ず最新の年度で確認してください。選択肢では言い換えに注意します。増加を減少とすり替える引っ掛けが定番です。方向を逆にする誤りを見抜きましょう。選択肢の主語と軸語を丁寧に読みます。だからこそ統計は得点源になりやすいのです。確実に1問取りに行きましょう。一つ目のデータは地下工事です。令和8年の地下工事を見ていきます。これは令和8年1月1日時点の価格です。全用途の平均はプラス 2.8% でした。住宅地はプラス 2.1% の上昇です。商業地はプラス 4.3% の上昇です。いずれの用途も前の年より上昇しました。商業地の上昇が特に大きい点が特徴です。全用途が上昇と覚えておきましょう。地下工事は全国の標準地の価格を示します。標準地とは代表的に選ばれた土地です。地下工事の傾向を整理します。発表したのは国土交通省です。令和8年の3月に公表されました。全用途、住宅地、商業地のすべてです。これらは5年連続で上昇しています。上昇という方向がまず大事な点です。全用途と商業地は上昇幅が広がりました。住宅地は前の年と同じ上昇幅でした。地価は上昇傾向と覚えておきましょう。下落と書かれていたら誤りとわかります。商業地は都市部の需要に支えられています。上昇か下落かの方向を必ず押さえましょう。二つ目は新設住宅着工戸数です。1年間に新しく建てられた住宅の数です。令和7年はおよそ74万戸でした。前の年と比べて 6.5% の減少です。これで3年連続の減少となりました。住家、サーキャ、分譲のすべてが減りました。国土交通省が令和8年1月に公表しました。この水準はおよそ62年ぶりの低さです。住宅着工は減少傾向と抑えましょう。住居も貸家も分譲も揃って減りました。着工が減ると住宅市場は縮小しています。三つ目は宅建試験そのものの結果です。令和7年度の試験結果を見ていきます。受験者数はおよそ24万5千人でした。
合格者数はおよそ4万6千人です。合格率は 18.7% でした。合格点は50点満点中の33点です。受験者数は20万人台で推移しています。合格率はおおむね15から18% 台です。自分の受ける試験の規模も知っておきましょう。受験者数はここ数年20万人を超えています。近年、合格点がやや高めの年もあります。4つ目は、宅地建物取引業者の数です。他県業を否む免許業者の数のことです。令和6年度末でおよそ13万2000業者でした。前の年より1700余りの業者が増えました。これで11年連続の増加です。国土交通省が令和7年10月に公表しました。業者数は増加傾向と覚えておきましょう。減少と書かれていたら誤りと判断できます。免許には大臣免許と知事免許があります。業者数は13万を超える水準が続いています。データの出典も確認しておきます。多くの統計は国土交通省が公表します。地下工事は毎年3月に発表されます。住宅着工の年計は翌年の1月に出ます。宅建業者数は毎年秋頃に公表されます。試験結果は毎年11月に発表されます。出典と時期を知ると判断に役立ちます。最新の年度かどうかを意識しましょう。発表の時期も合わせて押さえましょう。古い数字を選ばせる引っ掛けに注意します。ここで傾向を横断的に整理します。統計問題は方向で覚えるのが近道です。地下工事は上昇していました。5年連続の上昇がキーワードです。新設住宅着工は減少していました。3年連続の減少がキーワードです。宅地建物取引業者数は増加していました。11年連続の増加がキーワードです。上昇、減少、増加をセットで覚えましょう。時価は上げ、着工は下げ、業者は増えるです。3つの方向を口に出して覚えましょう。数字の覚え方のコツをお伝えします。細かい桁まで覚える必要はありません。住宅着工はおよそ74万と覚えます。業者数はおよそ13万業者で十分です。大事なのはあくまで増減の方向です。上昇、減少、増加をまず固めましょう。連続の年数は余裕があれば覚えます。方向さえ合えば多くの問題に対応できます。ここで今日のクイズです。正しいものはどれでしょうか？ A は住宅着工が3年連続で増加です。B は宅建業者数が11年連続で増加です。C は地価の全用途平均が5年連続で下落です。少し考えてみてください。正解は B です。宅建業者数は増加が続いていました。A は誤りです。住宅着工は減少が続いていました。C も誤りです。地下工事は下落ではなく上昇でした。方向を逆にした選択肢は誤りになります。今日のまとめです。統計問題の傾向を学びました。地下工事は上昇していました。新設住宅着工は減少していました。宅地建物取引業者数は増加していました。問われるのは増減の方向でした。細かい数字はざっくりで十分です。本番の前に最新のデータを確認しましょう。この一問を確実に得点しましょう。お疲れ様でした。今日は統計対策を学びました。上昇、減少、増加の方向を思い出しましょう。いよいよ次回が最終回です。第40回は
直前の心得を扱います。本試験の解き方も紹介します。時間配分やステモンの見極めがテーマです。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。